それでは解説をしていきますね。花が描けるようになる15分間でということで、キャンソンボードに下書きをしておきました。キャンソン紙というものですね。そして背景のとこだけまず水をしっかりたっぷり塗っておきます。水彩は主にやっぱり寝かせて描いていくことが一般的です。花の中、の方にはちょっと入るところは影の部分とかですね、とこは入れていいですが、大体はこう塗り残して、背景なんか大きなハケなんかで水でしっかりと濡らしておいてください。でこのしっかり濡らすことが大事ですよ。初めの方で濡らしたところもまた戻って濡らしてあげるぐらいの気持ちでやらないと水が乾いてきてしまいますので、とにかくしっかりここの段階、背景のところとか、多少モチーフの中にも入っていく部分というのは背景と馴染んでいるようなところ、そしてぐーっとこういう青毛をぐっと置いてみました。これがどんどん滲んでいくわけですよね。ふわーっとですね。で、輪郭のところはすごい慎重になりながら、ぐっと今度紫色ごっと置きましたね。寒色系をまず強めに、背景とかモチーフの方にも多少入ってくるとこは入ってくる影のとこですね。花の中の影ぐっと置きました。大きな筆で15分程度で、90分、描きましたけども、それを15分でまとめましたので、まず大きな土台作りはもう本当に水をたっぷりしてるから、どんどん水のこう流れにね、垂れてくるというか、こう周りに馴染んでいく感じなんていうのも面白いんじゃないかなと思いました。初めの土台作りというのが案外これ勝負で、ですね。でこう輪郭のところをやっぱちょっと濃いめの絵の具をちょんと置くと、そこのところにぐっと引き締まってきますので、全く同じ色ばっかりじゃなくて少しずつ変えてみたりとかすると面白い土台ができますので、ぜひこういうこともチャレンジしてみると表現の幅とか水彩の面白さみたいなのがぐーっと広がってきますので、濃いの置きましたね。ゴンとこれは、プルシャンブルーみたいな色ですね。全部に、置くわけじゃなくて、部分でですね、大事なポイントとかここ見せ場かなっていうところに、だいたい置いておきました。これに関してはちょっとライブ配信で近いことをやっていますので、そちらの方もぜひ見ていただけると、こんなですね、短いバージョンじゃなくて1時間15分ぐらいかなやってますので、そっちも分かりやすいかなと思いますので、そちらもぜひご覧ください。濃いのぐっと置きました。ぐーっと置いていきましたね。こう紫色の濃いのもほとんどこう原液に近いようなで、パレットとかは水でしっかりとこうなんか霧吹きかなんかで僕は濡らしておくんですけども、多く使うぞという色に関してはチューブから出しておきました。この青系の色とか紫とかに関してはその日のうちに出しておいて、あとは乾いて、いたのを水でですね少し柔らかく溶解しておきました。輪郭の外側から描く。この段階でもう花の中に入っている部分ともうはっきりと分けている部分、ここ分けしっかりしてるんですね。全部花をこれマスキング液というのを少し使っています。うっすらピンクに見えるところがあると思いますけど、ハイライトの中のハイライトとかガラスの部分であるとかっていうところはマスキング液みたいなのを使っておきました。そしてこういうのをグッと置いて、面白いですよね。この土台結構土台勝負の絵です。これは結構偶然とかを生かしながら、やっぱり透明水彩とかっていうのはね、やっぱ偶然とかを生かして描いてあげたりできるとすごく面白かったりしますしね。なかなか屋外ではこの技術ってやりにくいかもしれませんもんね。水を相当使うので、寝かせて描いたりして、あったかい日とかやってやりやすいかもしれませんけどね。また濃いところ、ここ何回目かな、3回目か4回目ぐらいグーと何箇所か引き締めてるの分かりますか？暗い色、プルシャンブルみたいな。そしてちょっとある程度画面に、置けてきたなと思ったら少し全体でなじませるようにこのように、絵を少し動かしてあげたりするとちょっと馴染んできますよね。全部なじませすぎるというよりは少しなじませてあげようかなっていうぐらいの気持ち。そしてこうやってスパッタリングでちょっと意図的に飛ばしてみて、これは、ガッシュの白ですね。ポスターカラーの白です。こういった白とかもちょんとやってみて、こういう偶然みたいなのを後々活かしてくるというか、なんか綺麗やなと思う状態を作っておくということが大事です。
かっこいいなとか綺麗やなっていう思う状態を作っておいたりすると後々仕事をですね、やりやすくもなってきますので、濃い色ぐーっと置きまして、まだ置いていきますね。まだ乾いてない段階ですね。ちょっとずつやっぱりにじみとかが弱くなってきて、乾き出していたりするんですけども、ちょっと多すぎる水分なんていうのはまたなじましてますもんね。ちょっと拭き取ってあげたりとかして、このぐらいである程度いい感じの下地になってきたぞという感じで、まだいきますね。濃いのぐーっと黄色い花の外側から描いてみたりとかしてですねぐーっと描いていくぞということで、この辺はちょっと拭き取ってます。水分のない筆を使ってスッスッスッと拭き取ったりもします。そして花の中の影とかっていうのも置いてみたりとか、またスパッタリングというか白い絵の具を飛ばしてみて、何か雪が降っているような、ジャーマンアイリスなんですけどね、でドライヤーで完全にここの辺りから一回乾かそうと思いました。ファーストウォッシュと呼ばれる一番初めの下地の段階ですね。花が見えているとこと影に入っているところとかいろいろあると思います。そしてちょっと茎の部分の緑、を描いていこうかなと思いました。茎の部分をググググと置いていきながら、あとガラスのところですね。ガラスのところとかも描いていきます。で、物の中を描いていくぐらいの輪郭、外側ずっと覆うというより、中描いて外側もしっかり見えてるところだけ追いかけるとか、外側から描いてあげるとか、ちょっとそのあたりをしないとですね、全部ぐーっとくくってしまうんじゃなくて、もう今回の主となるのはやっぱ花ですんで、茎とかガラスっていうのは脇役です。でも何もしないわけにはいかないので、特にモチーフの中とかを描いていってあげたり、してですね、こういうところもでちょっと地面に設置しているところとか、そして花の中の影とかも描いていってあげたりしています。こんな感じで少しずつですね、でちょっとデテールの方にも入り出しましたけども、すごい細かい仕事というよりはちょっと大まかに花の柄的なものを描いていっています。下書きの線がうっすらと見えて、消えてしまっている部分もあったりするんですけど、それはそれでええかなと思いながら描いていってます。この辺に少し暗い色ぐーっと差し込んで、見せ場的な扱いにしてあげてですね、見せ場が1、2、3箇所ぐらいあるような絵かなと思いながら、主とその中でもどこが一番の主になるか、一番のポイントになるかということは少し頭の中で、考えながら描いていってますね。で、細かい描写も入りつつ、今1箇所描いてるんですけど、一応全体は見ながら描いてます。だからここだけいきなり完成に持っていくわけじゃなくて、セカンドウォッシュと呼ばれるような、で他のところの花の方にも少し手が回り出しましたよね。でこういう感じでですね、完璧に描き切るわけじゃないけども、ある程度描いてみて、じゃあ他のところのバランス、花のバランス、こちらの花の方も描き出しましたよね。で花の方を描いていたジャーマンアイリスですね。自分の庭で育てているやつですけども、もう4年目ぐらいになるかなと思いますけども、そういうのを、自分でモチーフとかも育てたりします。もうやっぱモチーフ自分で育てたりすると面白いですよ。なんか愛情も湧きますからね。で細かい描写とかもしだしています。で、やっぱり全体が明るくなってきたの分かりますかね。なんかやっぱ水がある程度乾いてきたら少し馴染んでいって乾いていってという感じで、本当幻想的な背景になりましたよね。でももう一層ぐらいやろうかなと思ってまして、そのもう一層がやっぱ難しいというか、絵の具自体も相当濃く塗っているからですね。花のとこを描きながら濃く塗っているから、やっぱり拭き取れてしまうんですね。でその拭き取れないぐらいの筆圧でというところがちょっとポイントになるかもしれませんけども、こうやって見ると花が描けてきましたよね。花が描けるという動画でございますので、周りとなじましながらちょっと抽象的な雰囲気にしたいなと思ったら、モチーフと完全に分けるんじゃなくて、少し中の方まで入れてあげたりとかすると、ちょっと抽象的な柄とかっていうのがそんなに違和感なく、そして外側からぐっと今花を決めましたよね。これもガラス瓶の外側からもう床の方もベーって暗くなりました。もう一回こっちも外側の方からぐっと決めました。
ね、こういうところなかなかこう勇気いるでしょうけどね、綺麗にできた背景ですけど、もう少しこうモチーフの方がすごくこう花の方がですねしっかりとしてきました。書き込みが少し進んでくるとちょっと若干周りが弱いかもなとかっていう風に思うようになってくるんで、ちょっとこういう風に少し外側からぐーっと暗い色を置いてあげたりとかして、モチーフの影みたいなの落ちていたりして、そのまま描くわけじゃなくて、少しそういうのを利用しながら描いてあげるみたいな感じで、少しやっていっております。外側からぐっと引き締めたりとかですね、この辺もそうですね、ぐーっと引き締めたりとかしながら、そうすると白さとかがぐーっと浮き上がって見えてきます。そしてちょっとまたこう白とかで遊びを初めにやったけどほとんど見えなくなったんで、もう一回こうなんかやっときましたという感じで、ちょっとこれはなんかこう、コバルトグリーンみたいな色かな。ちょっとこれはこれで抽象的な感じに合うかなと思って少し色を差し込んでみたりとか。で、こういう風ななんかこうちょっと幻想的で柔らかいような生物がプラス花の絵とか、なんかこう写実的に描かないようなものも、これ今ちょっと拭き取ってます。完全に下の絵の具が乾いてきたら拭き取ってみたりとか、水だけ、筆の先につけた水だけをつけた綺麗なのでやってティッシュでギュッと、ここなんかよくわかると思います。グッと明るくなりましたよね。で、こういうこともやっていきます。書くというプラスの作業だけじゃなくて、偶然という作業だけじゃなくて、マイナスによっても書くというようなことをしてみる。これ油絵なんかだと白で描くみたいなことをやるんですけども、透明水彩の場合ってなかなかそれが難しいところもあります。もちろん白とか使われてもいいと思うんですけど、こうやって抜き取って描くという、こういう花の中の、ね影の感じに見えましたよね、というようなことをしたりとか、また花の影のところを少し、描いていってあげたりとかして、少しずつ密度が上がってきたことがわかるんじゃないでしょうか。あとは少しずつ密度を上げながら、全体のバランスも見ながら、外側からまた強めるところは少し強めてあげることによって、第4第5ぐらいの脇役に見えてくるかなという感じで、全部が全部輪郭線をくくるように強く描くわけではなくて、部分で画面を響かし合うようにして、描いていってるということが見てわかるんじゃないでしょうか。こういう仕事もできますよということをお見せしとかないと、ね、写実的なもんばっかりっていう皆さんも好きだと思うんですけども、実はこういうこともできるということを見せてね、こういう水彩らしい水彩も描けるんですねっていうことが皆さん分かってもらえたら、それはそれでね面白いと思いますので、今も拭き取りましたもんね。このような感じで、描いてきました。写実的に、生物、このジャーマイリスを描いたというものもございます。そういう動画もありますし、ちょっとこう幻想的なものをプラス、花のなんかこうですね、雰囲気を出すために背景を今回はちょっと抽象的に描いてみましたよという感じで、動画とさせていただきました。どうだったでしょうか。ちょっとまだ拭き取ったり書いたり、してますよね。なんかすごいこういろんなことをやりながらですね、ちょっとこう緑色のビビッドな不透明に近いような緑色みたいなものも置いてみて、もちろん透明水彩ですよ。これは白だけかな、ポスターから。まだちょっと暗くやっとこうかなと。しつこいですよね。この辺がすごく難しいです。今の作業自体がやっぱり下の絵の具を引っ張ってしまう。今バーッと垂れすぎましたんで鼻の中にこう入ってしまいましたけど、本当にこう下の絵の具をもう3層目ぐらいになってくるので、絵の具がなかなか定着 しきらない。そして3回目のまたこうね、スパッタリングみたいなして、なんか流れがふわーっと左上から右下の方に流れができるような感じになってきたりとかして、また暗いとこ輪郭の外側から暗いのグッと置いてみたりとかして、この辺りは本当に紙の絵の具をなんていうんですか、引っ張らないように、してますという感じで完成いたしました。ちょっと1分間のダイジェストでダーッとこう、お見せしますので、これちょっとお付き合いいただけると、水をやっぱり相当たっぷりこう塗ってるでしょ、この段階。そしてわーっとにじみながら描いていく。はいはいはい。でね、濃いところアクセントいくつかつけながらぐーっとまだまだ水が動くわ、画面を動かしたスパッタリングした。これもすごく時間経って馴染んでくるので、スパッタリングして濃いとこググアクセントつけた、モチーフの花の中まで入れた。ドライで完全にここで乾かしました。ファーストウォッシュ終了っていう感じでね描いていきました。時間が経つとちょっとこう偶然的なスパッタリングみたいなのが少し馴染んできているのが分かりますし、花のこう描写を一箇所にしたらちょっとこれね他のところもやらんといかんなっていうことでやっていって、黄色もぐーっと入れて、黄色も画面の中で何箇所かやっぱ響かし合うという感じで、このぐらいで2層目の、書いていきました。そこでまたスパッタリングしましたとかね、それがまた完全に乾いた後にフ
拭き取ったりとかして、完成に持っていったという動画でした。楽しかったですか？どうですか？よかったら高評価とかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。以上でございます。ありがとうございました。ご視聴。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。